ダメじゃん。マジそんなことある？はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシヌピーです。今回はこちらを使います。さて何をするでしょうか？チクタクチクタクチク。正解です。ヘッドライトをちょっと綺麗にしていこうかなと思っていて、過去にそのヘッドライトを綺麗にする商品っていうのはたくさん使ってきました。でウレタンクリアとかもやったりとかいろいろやってきたんですが、光量がどれだけアップするのかっていうのを今回検証してみたいなと思っております。一応3種類用意しました。でこの3種類はその難易度別っていうのかな、端からマジックリン、これはアルカリ系の溶剤なんですが、吹きかけるだけで黄ばみとかが除去できますけどくすみとかは綺麗にならない。だからクリアにならないんです。そこで黄ばみだけを取った時の光量がどれだけ上がるのかっていうのをまず一つ見たいのと、その次シュアラスタのゼロリバイブ、これもアルカリ系なんですが、黄ばみを落として研磨剤が入っているのでくすみとかも落とせるというものですね。これを施工して光量がどれだけアップするのかっていうのを見ると。で最終的にウレタンクリア、このゼロリバイブでも綺麗にならないような、その傷だったりくすみがもしかしたら出てくる可能性があるので、一番めんどくさいんだけども一番綺麗になる方法、今回磨き論 Z っていう耐水ペーパーでもいいんですが、こういったもので、ヘッドライトをガシガシ削ってって、最終的にクリアを置く方法で、光量がどれだけアップするのか、だから作業性と光量がどれだけアップするのかっていうのを見て、皆さんがこれでいいやみたいな、これぐらいのものでいいやっていうのを判断してもらえればいいのかなと思います。でこの間にね、ちょっとコーティングが入っているような黄ばみ除去剤とかいろいろあるんですが、そこはねちょっとコーティングしちゃうとまたややこしくなるなと思って今回抜きました。この3つでちょっと比較していこうかなといった感じです。で耐久性で言うとやっぱこのウレタンクリアが一番耐久性ある。でその次にゼロリバイブと、マジックには何も、そのコーティング効果はないので、一番綺麗になったとしても再発っていうか、黄ばみやすいといった感じですね。で難易度も、こっちから高いです。逆を言えば難易度は簡単みたいな感じですね。で金額で言うとマジックリンは1000円以下、ゼロリバイブは1000円ちょい、1100円とかだったかな。ウレタンクリアの方は結構しますね。これ1本で3000円近くするので、2本使うかどうかわかんないんですが、今ここにあるもので言うと8000円ぐらいするかな。金額の差もねかなり大きいので参考になるんじゃないのかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら今回はこの車で検証していこうと思います。プリウスですね。でこの車はもう車検間近です。車検間近なんですが、ヘッドライトも黄ばみすぎて車検に通らないともうすでに言われている車ですね。で実際に光量がどれぐらいなのか、本当に車検に通らないのかっていうところから一旦見てみようと思います。はい、そしたら皆さんどの家庭にも1台はあると思います。こちらヘッドライトテスターを使って測定します。でもう位置は決まりましたので、これを剥がして測定開始ボタンを押していきます。じゃん。はい、どんどん数値が上がっていきます。この辺ぐらいですかね。止まりましたね。ブプーっとバッテンマークが出ております。で見ていただきたいのはここですね。52って書いてあるんですが、車検に通るカンデラ数っていうのがあるんですが、6400カンデラ以上必要になってきます。はい、こちらですね。ランプのコードっていうのがあります。で 52HCD ってあります。これが H なので1000ですね。だからこれでいうと5200カンデラで、車検に必要なそのランプのコードっていうのが6400カンデラなので、今5200カンデラだから、はい、車検通りませんっていう感じですね。これが一旦左側です。右側も測定していきます。この辺に合わせて位置は決まったので開始ボタンを押します。じゃん。この辺かな。4900カンデラ、これも全然ダメなので、これがマジックリンを使った時にどれだけ光量が上がるのかっていうのを今回マジックリンとゼロリバイブとあとクリア塗装までやっていきたいなと思います。はい、そしたら養生しました。で軽く水拭きしてみます。タオルが汚れることはほぼないですね。ちょっと、砂汚れみたいなのがついてたかなぐらいで、ここにまずはこちらマジックリンを吹きかけて光量がどれだけアップするかっていうのを見ていきます。これがね作業的には一番簡単なやつですね。でこれで、6400カンデラまで上がったらいいよねっていう感じ。一旦車検通す時はマジックリンでいいんじゃないっていう判断ができるので、ちょっと一回どうなるか分かりませんがやってみます。タオルは綺麗なものを使用して汚れがどれだけ落ちているかっていうのをまず見ていきます。
マジックリンのいいところはこう泡なのでこう汚れをこう分解してくれるんですよ。ほら垂れてきた。もうすごいね。ちょっと拭いてみますね。ほらやばくないですか。で一旦水拭きします。あ、これでもすごいね。借りました。黄色っぽいのは結構取れた気がするんだけど、白曇りっていう感じですよね。もしかしたらこれだけだったら香料上がんない気がするんですよね。一番の原因はこの曇りじゃないのかなっていう感じしなくもないので、ちょっともう1回戦ぐらいいきますかね。これはまあ黄ばみが取れなかったらもう一旦終了っていう感じでいきます。ちょっとかけすぎですね。調子こかない方がいいぞっていうね、ほぼもう黄ばみは取れない。なのでこれ以上はマジックリンはほぼ意味ないということで水拭きしていきます。作業的にはすごい簡単ですよね。マジックリンを吹きかけてタオルで拭くだけで、時間で言っても本当、2、30秒ですよね。1分ぐらいで黄ばみは取れましたけど、その黄ばみ汚れをヤニ汚れみたいな感じなんですよね。それを除去しただけなのでまだ白っぽいですね。でこれがどれだけ香料をアップしているのかっていうのを測るんですよ今から。はい、そしたら準備ができました。位置も OK なのでこれでスタートしていきます。マジックリンを使う前は5200カンデラでした。52っていう数字があったんですが、これが64以上じゃないとダメということで64までいくのかどうか見てみます。開始。待って、嘘だ。そんなことある？ここの数値ですね。3200巻で下がってるじゃん。ちょっと一回記録しましょう。判定はブー。そりゃそうだよね。上がると思った。かなり下がってる。マジおもろ。やってよかった。確かにこの辺の黄ばみは取れた感じするんですが、ピヤードがちょっと下がってる気がする。肉眼で見てもマジックリンダメじゃん。だけどいい実験でした。はい、そしたら続いてシュワラスタのゼロリバイブヘッドライトクリーナーですね。こちらを使ってみようと思います。マジックリンがねまさかの結果だったので、ゼロリバイブ大丈夫かね。こちらはアルカリ性で研磨剤と光沢復活剤と、あと対紫外線向上剤とシリコン混合物界面活性剤が入ってるみたいです。簡単に説明するとアルカリ性なので、さっきのマジックリンみたいな感じで黄ばみを落としながら研磨剤でくすみを磨いてクリアにしていくといった感じですね。でプラスで、コーティングも入っているので透明感が持続しやすいですよといった商品です。だからマジックリンプラスアルファみたいな感じですね。はい、タオルが入っています。マイクロファイバークロスに、こういう液剤が入っているので、よく振ってちょっとつけてこれを磨く。これは違うわ、さすがに。黄ばみも取れてますね。さすがにこれは違うわ。マジックリンはなかったな。まずマジックリンはなしということが分かったんです。でマジックリンに比べてやっぱちょっとこう磨くので大変かもしれないです。黄ばみがまだちょっと残ってますね。マジックリンで全部取れたかなと思ったんですが取れていないと。これで6400カンデラまで香料が上がるかどうかが重要なんですよね。だいぶいいんじゃない？全体的にかなりクリアになったと思います。最初と比べたら全然違うね。で体力的にこんなもんかなっていう、僕的にはね。これ以上はもうちょっとしんどい。 OK じゃない？一旦これで測ってみようか。ちなみに左右での比較なんですが全然違いますね。天井のライトが左側ちょっと黄色っぽいのであれなんですが、クリア度っていうのかな、そこを見ていただきたいんですが違いますね。じゃあちょっと測定してみようと思います。測定してなんぼですから今回は。はい、そしたら位置を合わせました。いくつだったっけマジックリン、忘れちゃった。3100ぐらいだったと思います。で何もしない時、黄ばんでる時が5200で、ゼロリバイブでどれぐらいになっているかいきます。下がってるってことはないと思うんだよね。上がってく上がってく。はいはい。この辺かな。8300カンデラまで上がりました。すごっ。よかった。ゼロリバイブもうなんか4000ぐらいで落ち着いたらどうしようかなと思ってたんですが、だから要は黄ばみだけじゃ意味ないんですよね。黄ばみを取ったところで、くすみとかが残ってたり、アルカリ性の何かを使うことによってさらにくすみみたいのが悪化する可能性がある。そうなると香料っていうのは上がるんではなく下がってしまうケースがあると。なんか研磨剤みたいなのでやっぱ磨くしかないのかなっていう感じですね、結論的には。であとはクリアですね。クリア吹いてどこまで上がるのかっていうところまで最後やっていきたいなと思います。
ちなみにこの車明日車検なんですよ。なのでちょっとクリア塗装は本日中にできないんですが、右側も磨いておくしかないですね。ほら最初黄ばみがすごいね。わかります？この違い。くすみと黄ばみが両方取れてます。このゼロリバイブ研磨剤入っているので、さっき中央しかやんなかったからマスキングしなかったんですが、こういうボディ面はマスキングしてあげた方が、こういう端の方をやるときに間違ってこうボディに行った時もボディに傷つくリスクっていうのが減るので、パパッとでも貼っておいた方がいいと思います。すごいね、黄ばみが。これ右側のヘッドライトです。マジックリンを使わずに磨いた方ですね。でマジックリン使ってた方はやっぱりちょっと色が薄いですね。だからマジックリンの時にかなり黄ばみっていうのは除去できていたと。けど香料が上がるものではなかったと。黄ばみが除去できても香料は上がらないっていうのがね、今回分かったと。面白いね。まだまだ分かんないこといっぱいありますね。でゼロリバイブの作業時間は5分間10分以内ですね。片側なんか磨いてて、これ限界値だなっていうのが大体分かります。腕の感じと汚れが落ちていく感じ、くすみが取れていく感じが、これ以上は無理だなっていうのがなんとなく分かります。そこまでしか僕はやってないです。これをね、例えば1時間磨いてろって言われたらもっと香料は上がると思うんですよね。けど結構現実的じゃないなとは思うので、ある程度パパッとできる範囲内で今香料を測っております。もうタオルがもうダメだ。どの面でも汚れてる。ちょっと違うタオルで空拭きします。これでちょっと香料測りますか。おお、いくね。8700カンデラですね。問題ないです。よかったよかった。でこの先ですね、僕は一番気になるのはクリアまでやったらこの数値がねどこまで上がるのか。だから一旦もう磨いてっていうところですよ。でクリア塗装してピッカピカにしたらどこまで上がるのかっていうのが一番気になるので、それは車検からちょっと戻ってきてからやろうかなと思います。そしたらやっていきますか。手頃な大きさに切ってでこうこすっていきます。でこれ水にも強いので水つけながらやっても OK ですね。でこの側面とか結構ボディギリギリまでやりたいのでマスキングテープは必ずしておいてください。で今回はもうくすみと黄ばみは取ってあるので、足付け程度でいいのかなと思ってるんですけど、でこの足付けを何番までやるかっていうとこね、これだとちょっと目がね出ちゃいそうな気もしなくはないんだよね。一旦こんな感じかな。耐水ペーパーより楽だね。ちょっと番手やっぱ上げようかな。これが1200から500番、ここまで上げなくてもいいと思うんですが、これでちょっといきます。でこの番手変えるのは一番最初に見せたエンジ色のやつ、汚れとか例えば傷とかくすみとかがひどい場合はもうこれで一気にやっちゃって、そこからちょっとずつ番手を上げてって、で足付けに十分な番手で終わらせる。で今回はそんなひどくないかなと思ってグレーで一旦やりました。でこの足付けが弱いとクリア塗装が剥がれる原因になってくるので、しっかり全体的に足付けするっていうのがすごく重要。けどこの足付けも、過去にその動画にしたことあるんですが、洗い物でやってしまうとクリア吹いても削った時の傷っていうのが消えきらなかったりするので、そこがちょっとね難しいところなんですが、1200、1500ぐらいだったら消えてくれるけど、足付けとしてどうなのっていう感じにはちょっとなってくんのかな。そこの足付けの耐久みたいなテストやったことないからちょっと何とも言えないんですが、こんなもんかな。足付けはこんなもんにしておきます。そしたら脱脂まで終わりました。であとはクリアをちょっと吹いていくんですが、今回使うのはソフト99のウレタンクリアですね。でこれを、2液なのでこう裏側をビシュッと押し込んで、3、40回振ります。もう一回脱脂しておきます。でこれ脱脂しないと本当に油分で塗料が弾いちゃうので、必ず脱脂と、あとエアがあればエアで細かいゴミとかを飛ばしてあげる。こんな感じですね。でよく振って、まずは端から塗っていく。一番縫いにくいところから塗っていく。ペーパー掛けする時も端の方はかなりしっかりやってください。ここからね剥がれていく可能性があるのでしっかりやっておきます。まずは端の方ですね。この辺で試し拭きして、で、全体的に一回パラパラ拭いていきます。
でこれは食いつきを良くするために一回パラパラっと吹いた感じで、ここから、ちょっとまだムラありますが、5分ぐらい待ってで一気に仕上げていきます。はい、そしたら5分経過したので吹いていきます。あと1回2回でもうほんと仕上げる感じです。でさっきは結構遠目でボソボソ拭いたんですが、今回はちょっと近めでいきます。これボソボソしてるの分かります？この辺とか今光が当たってるところ、これがしっかり均等にもうちょっと厚く塗っていくと玉と玉がくっつく感じになるんですよね。この感じをちょっと見ながら垂れるギリギリが一番綺麗になるんだけど、攻めすぎるとほんと垂れちゃうので最初は攻めすぎないけど、遠目でボソボソ拭くとこういうのがどんどん積み重なっちゃって余計見た目が悪くなっちゃうので難しいんですよね。ち切らず攻めつつっていうで、これしっかりね面を見ながらこう拭いていくとこうどんどんクリアになっていきます。ここ足りてるな足りてないなっていうのをしっかり見ないと、今ここボソボソから滑らかになっていったんですが、下の方ちょっとこの辺ボソボソしてます。この辺ちょっと足りてないのでここ追加、こういった感じで、これ今垂れないぐらいで全部きれいにこう膜が張ったような状態、この状態をうまくキープするっていうのかな。で側面とかもしっかり見ながら塗らないと面だけボソボソしてる時もあるので、だからその手の動かし方としてはここでこうシュッシュシュッシュやるんじゃなく、しっかりこう R に合わせてこうそのまままっすぐ引いちゃうとこっち側遠くなっちゃうので、しっかり距離を保ちながらやっていく。そうすると結構綺麗に塗れます。はい、そしたら2回目塗る前にとてもいい鏡台が出来上がってしまいました。失敗です。わかりました。ひび割れが起きております。で若干曇って塗った直後は綺麗だったんですが、こう乾いてきた時にひび割れてますね。でこれ何が原因かと言いますと、考えられるのは2つぐらいあって、まず1つは脱脂しました、シリコンオフで。でそれが乾かしたんだけども乾ききってなくて、その磨いたところの隙間にシリコンオフが残ってる状態でクリアを吹いたからこうなったのがまず一つですね。でもう一つは表面に、ちょっとクリアみたいなのが塗られてるとか、あとコーティング剤が塗られてるみたいな状況でこう磨いていった時に、クリアの膜みたいなのが、薄い段差みたいなのが1枚こうある感じで、それを削っていくっていう作業をやったりするんですが、それに気づかず、塗ってしまうとその磨いた分クリアだったりそのコーティングの層が薄くなっていて、そこにウレタンクリアを吹くと、シンナーの影響でこう割れちゃうとか、そういうのがあったりするね。でこうなったらどうするかっていうところでいくと、もう一回もう本当がっつり磨いてクリアを吹き直す。そのコーティングの層なのかクリアの層なのかがもうなくなるまでもう一回バーって磨く。でシリコンオフやってしっかり乾かす。でそこからもう一回吹くみたいなことをしないともう戻らないので、これは一回乾かしてタイトそうですね。はい、そしたら作業の方が終わりました。結局ひび割れたので再度クリア剥がして再塗装しました。クリア塗装はねこれがあるから大変なんだよね。で見た感じどうでしょうか。かなりクリア感っていうのはあるんですが、若干曇ってるように見えないですかね。これはもう中側の問題ですね。もうこれ以上どうしようもないので、今から光量をちょっと測定していきたいなと思います。ちなみに近くで見るとこんな感じですね。もうちょっと20プリウスのヘッドライトとは思えないぐらい綺麗にはなっていますが、どれだけ光量が上がるのかっていうところですよね。はい、そしたら準備ができました。一番最初何もしてない時が5200カンデラで、その次にジックリンで黄ばみを落として測定したら3100カンデラで、その後ゼロリバイブ施工した時が8700カンデラで、次クリア塗装ですね、を削ってクリア塗装した時がどれぐらいなのかっていうのを今から見ていきます。そしたら測定開始。お、結構いくね。はい、数値的には OK ですね。光量が96なので9600カンデラ、ゼロリバイブから900カンデラ上がっています。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回は車検に通らないような黄ばんだヘッドライトをマジックリン、ゼロリバイブ、クリア塗装、この3種類を試して光量がどのように変化していくのかっていうのを見てみました。すごく面白かったですね。その車検が通る基準っていうのがまず6400カンデラですよ。これをまず覚えてください。
でヘッドライト黄ばんだ状態、何もしていない状態で測定したら5200カンデラでした。車検に通りませんと。でその次にマジックリンを吹きかけて黄ばみを落としました。その時の数値が3100カンデラで、次にゼロリバイブですね、ヘッドライトクリーナーと呼ばれる、洗車用品の分類に入るのかな、そちらを使って磨き込んだ感じなんですが、8700カンデラ、車検合格っていうかかなり光量がアップしました。で最後にクリア塗装ですね、それも汚れてる部分を一気にバーって削って、クリア塗装をしたんですが、それが9600カンデラ。この結果を聞いてどう思いますか？まずマジックリンのみっていうのは NG ですね。これねほんとびっくりした。マジックリンで黄ばみを落としたんですが、一番最初の5200カンデラよりちょっとは上がるのかなと思ってたんですよ。そしたらまさかの光量落ちるんかいっていうね。なんでだろうね。黄ばみ自体は取れてるんで、汚れを見てもらえればわかると思いますが、ヘッドライト自体も黄色っぽいのから、白っぽくっていう感じかな。黄ばみが取れたなっていう感じなんですが、そのアルカリのその洗剤がそのヘッドライトを曇らせたのかわからないんですが、かなり光量が落ちたので、簡単だけどマジックリンのみっていうのはなしっていうことがまず分かりましたね。でその次ゼロリバイブ、これが8700カンデラなんですよ。でゼロリバイブって研磨剤が入っていて、磨き込んでコーティング作用もあるんですよね。で作業的にはマジックリンよりかはもちろん面倒くさいんだけど、ほんと手磨きどこでもできるし、そんな難しくないんです。簡単な方ですね、分類的には。コーティングを何か後から塗るっていうこともないし、それが8700カンデラまで上がるっていうのはかなりすごいなって思いました。びっくりしました。ここまで上がるとは思わなかった。車検通るぐらい、7000いかないぐらいかなと思ったんですが、光量はかなり上がってるし、マジックリンで黄ばみを落とした後に、ゼロリバイブを使ったんですが、それでも黄ばみっていうのは、タオルに付着していたので、やっぱりね、研磨剤みたいので削った方が光量が上がる。で最後のクリアですね。でクリアは色々事件っていうか、1回目のクリア塗装でひび割れするとかちょっとした事故はあったんですが、9600カンデラか、あそこまで作業して9600っていうのはちょっとって感じですよね。失敗するリスクとかも考えると、個人的にはゼロリバイブでいいのかなとは思うんですよね。例えば、ヘッドライトをかなり粗めにバーってちょっと削って、で、コンパウンドとポリッシャーで、どんどん磨き込んでいけば、9700とかクリア塗装ぐらいまでは持っていけるはずなんですけど、クリアをするメリットとしてはやっぱりコーティング効果っていうところですね。これを例えばコンパウンドとかで磨いてコーティング何もしませんってなったら、その黄ばみの再発っていうのが早くなったりとか、あとくすみとかが出てきたりとか、そういうのを防ぐために、クリア塗装をするのがベストっていう感じなんですが、難易度っていうのかな、そういうのもあるので、ちょっと難しいところですね。でゼロリバイブ、コーティング作用あるんですが、もちろんクリア塗装にはかないませんね。だから長持ちをさせるんだったらクリア塗装なんですが、定期的にできるんだったら、ゼロリバイブでもいいのかなだったり、あとコンパウンドで磨き込んで何かを塗布するかっていう話、ここら辺が難しいですね。人それぞれ、そのできる環境とかもあるので、いいこの判断基準になったんじゃないのかなと思っております。であとコーティングするような、ヘッドライトクリーナー、他にもあるんですよね。今回はゼロリバイブだったんですが、液剤を塗るやつ、あの辺もちょっと試してみたいなとは思うんですが、今回の動画と正確な比較対象にはならないと思うので、リクエストがあればやろうかなとは思っております。なので皆さんはどれがいいのか、この動画を見て判断してもらえればいいのかなと思います。とにかくマジックリンのみは NG ということです。面白い検証結果になりました。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。